2つのボールを同じ高さからボールを落とすと、必ず同じ速度で地面につきますよね。ガリレーの時代に実証されたような、ものすごく当たり前に思える現象です。これは位置エネルギーと運動エネルギーを足した値が必ず一定になるというエネルギー保存の法則から導くことができます。でも、なぜエネルギーは保存するのでしょうか。法則というくらいだから、そうなることが物理の当たり前というような気もします。実はこの当たり前の裏に、物理学で最も重要な考えの一つである対称性が潜んでいます。対称性と保存則を結びつけるネーターの定理、それを一緒に探っていきましょう。この問いに答えてくれるのが、エミー・ネーターという数学者が発見したネーターの定理です。ネーターが発見したのは、たった一言で表せる、でもとても革命的かつ根源的な定理です。対称性があれば保存則がある。これだけだとよくわかりませんよね。この定理の意味を今から自由落下という最もシンプルな例で解き明かしていきましょう。まずは実験から始めましょう。ボールを地面から高さ h の位置に置きます。落ちていく間、2種類のエネルギーが変化しています。まず、位置エネルギー。高いところにあるほど大きな位置エネルギーを持っています。式で書くと mgh です。そして運動エネルギー。速く動いているほど大きなエネルギーです。式で書くと2分の 1mv2 乗です。落下すると位置エネルギーが減っていって運動エネルギーが増えていきます。でもこの2つの合計はずっと一定なんです。位置エネルギーと運動エネルギーの合計は運動の間変わらない。これがエネルギー保存則です。地面につくとき、位置エネルギーが0になって全部が運動エネルギーになります。この時速度はルート 2gh と計算できます。でもなぜエネルギーは保存されるんでしょうか。ここからが今日の本題です。ここで素朴だけど重要な事実について考えてみましょう。今日の0時にこのボールを落としてみます。地面につく時の速度はルート 2gh です。では明日の朝6時なら？言うまでもなく結果は同じです。何時に実験しても結果は変わりません。時間が変わっても結果は影響を受けない。これが時間対称性です。いつやっても同じということを少し専門的な言葉を使うとすると、時間に対して対照的ということができるのです。そんなこと当たり前じゃんと思うかもしれません。でもネーターの定理はこの時間対称性がエネルギー保存則を生み出していると教えてくれるんです。時間を変えても結果は同じでした。では高さを変えるとどうなるでしょう。高さ h から落とすと速度はルート 2gh でした。少しだけ高い場所から落とすと地面につく時の速度も少しだけ増えます。あれ？高さが違うと結果が変わりますね。つまり高さ方向には対称性がないんです。なぜでしょう？それは地球の重力があるからです。地球の重力は高さによって位置エネルギーを変化させます。だから空間は鉛直方向に一様ではない。でもちょっと待ってください。ボールを横方向にずらしてみましょう。重力は鉛直下向きに一様にかかるので、横にずらしても落下の結果は変わりません。つまり
横方向には対称性があるんです。重力が鉛直方向の空間対称性を破っているんです。そして対称性がない方向には対応する保存則もありません。逆に言えば対称性があるところに保存則が生まれるんです。さて、ここまでで分かったことを整理しましょう。自由落下運動はいつ落としても結果が変わらない。つまり時間対称性があります。そして位置エネルギーと運動エネルギーの合計は一定です。この2つの事実がどうして結びつくんでしょうか。これを説明してくれるのがネーターの定理なんです。少しだけ数式を使いますが、コンセプトだけ掴んでもらえるように解説していきます。ネーターの定理にたどり着くためにラグランジアンと呼ばれる関数を導入しましょう。このラグランジアンには物体の運動の全情報が詰まっているんです。導出は省略しますが、ラグランジアンはこのように計算されます。t は運動エネルギー、v は位置エネルギーです。ラグランジアン L はこの2つのエネルギーの差なんです。なんで引き算と思うかもしれませんが、今日は運動エネルギーと位置エネルギーの差を計算した物体の運動を記述できる便利な関数だと思ってください。ラグランジアンが決まれば物体がどのように動くかすべて計算できるんです。では自由落下のラグランジアンを見てみましょう。ボールが落下するとき、このラグランジアン L の値が変化している様子がわかります。でもラグランジアンと物体の運動はどう結びついてるんでしょう。ラグランジアンが決まれば物体がどう動くかすべて計算できると言いましたが、ラグランジアンと物体の運動を結びつけるのがオイラー・ラグランジ方程式という方程式です。見た目はちょっと複雑ですが、今日は深入りしません。でも自由落下のラグランジアンをこの方程式に入れると、ニュートンの運動方程式と同じように実際に加速度 a イコールマイナス g が出てくるんです。自由落下のような単純な運動だとわざわざラグランジアンとオイラー・ラグランジ方程式を使うメリットは薄いのですが、より複雑な運動を扱うときにはこの方法が便利です。ラグランジアンは運動の全情報が詰まっている関数で、ラグランジアンが分かればそれをオイラー・ラグランジ方程式に代入することで機械的に運動方程式を計算できるとだけ今はかいつまんで覚えてもらえれば OK です。ではこのラグランジアンと対称性がどう関係するのか見ていきましょう。時間対称性を思い出しましょう。いつ実験しても結果は同じでしたね。ここに2つのボールがあります。1つ目を落として着地しました。では時間差を置いて2つ目のボールを同じ高さから落とします。見てください。2つの曲線が完全に重なっています。ラグランジアンが変化しているのは落下中に高さが変わるからですが、2つのボールのラグランジアンの変化のパターンは完全に同じなんです。つまりいつ落としたかは関係ない。落下を始めてからの経過時間だけでラグランジアンは決まるんです。ラグランジアンには時刻 t が直接含まれていません。重力加速度 g も質量 m もいつ測っても同じ値だからです。これが時間対称性の数学的な正体です。ラグランジアンが時刻に依存しないことと時間対称性があることは同じ意味なんです。では対称性から保存量がどう出てくるのかを見てみましょう。ラグランジアンを時間で微分した式を考えます。
この最後の項に注目してください。これはラグランジアンが時刻にどれだけ直接依存しているかを表しています。時間対称性があるとき、つまりいつ実験しても同じのとき、この項は0になります。その条件の下で計算していくと、こんな式になります。時間微分が0ということは、括弧の中身は時間が経っても変わらない。つまり保存量が存在するんです。では、この保存量の正体を確かめましょう。自由落下のラグランジアンを代入して計算すると、2分の 1mq ドット2乗は運動エネルギー、mgq は位置エネルギーです。運動エネルギーと位置エネルギーの和になっていますね。これはまさにエネルギーです。ここで大事なのは、実験結果や物理的直感を一切使っていないことです。ラグランジアンが時間によって変わらないという数学的な条件だけからエネルギー保存則が導かれるんです。対称性から保存則が必然的に導かれること。これがネーターの定理の威力なんです。そしてネーターの定理がすごいのは、これが全ての対称性で成り立つと証明したことなんです。例えば空間対称性を考えてみましょう。ラグランジアンが位置 x に依存しないとき、同じ質量の2つの物体が衝突すると速度が交換されます。でも2つの運動量の合計は常に一定なんです。これが運動量保存則です。もう一つ、回転対称性を見てみましょう。太陽を回る地球のように、ラグランジアンが角度θに依存しないとき、太陽を回る地球は近いところでは速く、遠いところでは遅く動きます。でも同じ時間で吐く面積は常に等しいんです。これがケプラーの第二法則、つまり各運動量保存の法則です。すべて同じ構造なんです。今日見てきた時間をずらしても横にずらしても回転させても結果が変わらないもの。こういったずらす操作でも変わらない対称性には必ず保存量がセットで存在します。この保存量のことをネーターチャージと呼びます。エネルギーも運動量も核運動量もすべてネーターチャージの具体例なんです。ネーターの定理はもっと広い世界でも活躍しています。相対論では時間と空間を統一的に扱います。そこではエネルギーと運動量も一つにまとめられて、時空の対称性からエネルギー、運動量、テンソルと呼ばれる物理量の保存則が導かれます。素粒子物理学ではゲージ対称性という特殊な対称性から電荷保存則が導かれます。ネーターの定理は物理学のさまざまな場面で活躍するとても大事な土台なんですね。今日の動画では対称性があれば保存則があるというシンプルだけどとても奥が深いネーターの定理の世界を紹介しました。当たり前の裏にある物理の面白さが少しでも伝わっていれば嬉しいです。それでは次回の動画までごきげんよう。